6月24日、ノルディ海峡に架かる橋、レスセルティ・ディスベーラが何者かによって突然爆破された。海峡によって分断されたバドリア王国の北と南をつなぐこの橋は、皮肉にもバドリア語で平和の橋と呼ばれていた。今回の事件では、橋の崩落に巻き込まれた汽車が海に転落し、多数の民間人が犠牲になった。数百年に及ぶ北部と南部の対立の歴史から見るに、こうした出来事は珍しくない。その後、長きにわたり続くことになる内戦から見れば、これはほんの始まりの鐘の音に過ぎなかった。しかし、その日たまたま首都ハルホルトへ向かう汽車に乗り込んだマリーシャにしてみれば、そう、当事者にしてみれば無論、とんでもない災難と言うべきでしかない。嘘でしょ？窓を開けて外を見たマリーシャは目を疑った。黒煙を上げ、轟音とともに崩落する橋。南北融和の象徴であるはずべき平和の橋は、彼女の目の前で無残にも破壊されてしまった。始まりは突然の爆発音だった。昼ごろ、汽車が橋の上を南へ向かって走行中、ボーンという鈍い地響きのような音が聞こえた。異変に気がついた機関士が慌てて急ブレーキをかけるも間に合わない。ギギーという激しい金属音とともに、汽車は大きく揺れ、車内は悲鳴で満たされた。神様！神に祈る間もなく、乗客たちは、はじめ状況も何もわからずただ必死に座席にしがみついた。やがて車体は歪んだ線路から飛び出し、高さ10メートル以上ある橋桁から、車体の半分ほどを乗り出して停止した。一瞬、静まり返った車内。爆発は最初の一度きりで、崩落自体はしばらくして収まった。何人かの者たちが外の様子を確認しようとした。マリーシャもそれに続いたが、そこに広がっていた光景がこれだった。あまりの惨状に乗客たちはただ慌てふためき、我先にと車外へ逃げ始めた。一体何が起こったんだ？わからないよ。何が何だか。とにかく外に逃げろ。ちょっと、押さないでよ。皆が逃げ惑う中、マリーシャは心ここにあらずという感じだった。久しぶりにハルホルトに来られたのに。大変な出来事に巻き込まれているというのに、彼女は現実感がなかった。北部の田舎町出身のマリーシャは、まだ20歳になったばかり。首都に住む同郷の友人を訪ねに来たというのは口実で、ハルホルトで都会気分を満喫したい、というのが本音だった。彼女もつい先ほどまでは、前回来た時に食べたシュクラディーニが美味しかった。などと、のんきに考えていただけだった。どうしてこんなことになっちゃったのかしら。彼女が窓枠を握りしめたままぼーっとしていると、ジョーちゃん、気は確かか？不意にマリーシャの背後から声をかける者がいた。彼女は、はっと我に返り、ブロンドの髪を揺らして振り返った。そこには、深緑色の軍服を身にまとい、口ひげを生やした中年の男が立っていた。自分の自殺願望に他人を巻き込もうっていうのは、随分と主張なお人だ。彼は、肩をすくめつつ苦笑すると、下にある線路の方を指さした。彼に促されるまま、そちらを見やるマリーシャ。ちょっとずつ、動いてる？じりじりと、しかし着実に、先頭車両に引きずられ、客車も連動して、少しずつ前進している。このままだと、海へ真っ逆さまだった。悪いけどどいてくれない？彼の後ろには、逃げようとする他の乗客たちが、イライラした様子で立っていた。マリーシャは、ようやく事態が一刻を争う状況だということを理解した。すみません。これ以上の感謝はできないね。彼は、皮肉交じりにそう言って、
窓枠から身を乗り出すと、彼女を尻目にさっさと出て行った。とりあえず外に出ないと。マリーシャは体の震えを抑え、自らを奮い立たせた。こんな日に限ってロングスカートを履いてきたことと、荷物を車内に置いてきてしまったことを後悔したが、命あっての物種だった。ですけれども、この赤い線がない部分が低い。そしてある部分が高い。私、低い、高い、高い。10人、10人、ノルディ海峡に架かる橋。ノルディ海峡に架かる橋。ノルディ海峡、ノルディ海峡。中原圭一。中原圭一。低い高いは長母音が2番目の拍にある場合、高い高いと発音されます。ですので、圭一というよりは圭一。ただ平らに発音されることも多いです。第1部、平和の橋、首都ハルホルト。第1部、平和の橋、首都ハルホルト。第1話、崩落。第1話、崩落。第1話、第2話、第3話、第4話、第5話。橋、橋、崩落、崩落。私は無声化して読むこともありますが、無声化しなくても大丈夫です。6月24日。6月24日。ノルディ海峡に架かる橋、レッセルティ・ディスベーラが何者かによって突然爆破された。ノルディ海峡に架かる橋、レッセルティ・ディスベーラが何者かによって突然爆破された。ジョー・バイデン、ジョー・バイデン。R2、R2D2。爆破、どちらでも構いません。海峡によって分断されたバドリア王国の北と南をつなぐこの橋は、海峡によって分断されたバドリア王国の北と南をつなぐこの橋は、バドリア王国、この橋は、皮肉にもバドリア語で平和の橋と呼ばれていた。皮肉にもバドリア語で平和の橋と呼ばれていた。橋は、橋と、き、く、し、す、ち、つ、ひ、ふ、ぴ、ぷ。これらの後ろに、か、さ、た、は、ぱ行の言葉が来ると母音がなくなることが多いです。話しかける、このような発音になります。今回の事件では、橋の崩落に巻き込まれた記者が海に転落し、今回の事件では、橋の崩落に巻き込まれた記者が海に転落し、多数の民間人が犠牲になった。多数の民間人が犠牲になった。橋の、山の、記者が、どちらでも構いません。数百年に及ぶ北部と南部との対立の歴史から見るに、数百年に及ぶ北部と南部との対立の歴史から見るに、
こうした出来事は珍しくない。こうした出来事は珍しくない。年、1年、10年、100年、1000年、1万年。その後長きにわたり続くことになる内戦から見れば、その後長きにわたり続くことになる内戦から見れば、これはほんの始まりの鐘の音に過ぎなかった。これはほんの始まりの鐘の音に過ぎなかった。So, about the videos on my YouTube channel, you can watch them for free. But if you want to support my channel, please check out my Patreon.